休日の終わり、部屋の明かりを落としてベッドの上でくつろいでいる。暗闇の中で手の中のスマホだけがぼんやりと光っている。今日はどこにも出かけなかったな。SNS を開くと友人たちが集まっている写真が流れてきた。そこには友人たちの笑顔で満たされた楽しげなひとときが切り取られている。これは今日の出来事のようだ。その輪の中に自分はいない。この集まりのこと聞いてないな。声かからなかったな。昨日友人に送ったテキストメッセージの画面を開く。特に用事があったわけではない、なんてことのないメッセージ。既読はついているが、未だ返事はない。読んでるのにどうして。もう一度送ろうか。いや、しつこいと思われるかも。スタンプだけでも。いや、それも変か。画面の中の沈黙に心は揺さぶられ続けている。眠らなければいけないのに、手の中にある光を握りしめて手放せない。一日一前後、心を整える禅の言葉をご紹介します。今日の言葉は法華寂。私たちは他者とのつながりの中で生きています。現代ではそのつながりが SNS によって以前よりずっと見えやすくなりました。返事が来ない。誘われなかった。そんな出来事に私たちの心は簡単に揺さぶられてしまいます。それはなぜでしょうか。それは自分の心の落ち着きを相手の反応に預けてしまっているからです。返信が来ないと不安になる。友人の写真に自分が写っていないと悲しくなる。これは他者とのつながりというロープをぎゅっと握りしめているからです。ロープの先が少し揺れただけでこちらは大きく揺さぶられてしまう。このロープを握る力はそのまま私たちの心を縛る強さとなります。握る力が強いほど私たちの心は強く縛られていきます。そんな私たちに禅の言葉は静かに諭します。法華寂。これは中国唐の時代の禅僧常州和尚とその弟子の問答から生まれた言葉です。弟子が常州和尚に問いました。私は長い修行の末にあらゆる執着を捨て去りました。もう何一つ持ってはいません。この先どうすればよいのでしょうか。この弟子に対して常州はただ一言、法華寂、捨ててしまいなさいと答えます。弟子は戸惑いました。もう何も持っていないのに一体何を捨てろと。すると常州はこう返したのです。捨てられないのならそれを担いでいきなさい。その瞬間弟子は気づきます。何も持っていない、その思いそのものを握りしめていたのです。私たちは
何かを持っているから苦しいのではありません。それを手放せないから苦しい。苦しみを生んでいるのは人や物とのつながりではなく、つながりに執着するその思いです。執着とは大切に思うことではありません。これは自分にとってなければいけないものだと信じ込んでしまう心です。既読を気にする人も、仲間外れを恐れる人も、自分が何かを握りしめているとは思っていません。返事が欲しい。みんなと一緒にいたい。その気持ちは誰の心にもある自然なものです。だからこそ私たちは他者と自分をつなぐ見えないロープを疑うことなく握ってしまうのです。そして握る力は無意識のうちにどんどん強くなっているかもしれません。そしてその握る力こそが私たちの心を縛り付けるのです。では、人とのつながりは断ち切らなければならないのでしょうか。もちろん違います。法華釈は人を手放しなさいと言っているのではありません。手放すのは人ではありません。自分の安心を相手の反応に預けてしまっている、その執着です。握りしめた手をほんの少しだけ緩めてみる。まるで命綱を握るように固く握りしめていた力を緩めること。それはとても勇気がいるかもしれません。そして長い間握り続けた指は固まり、うまく動かせないかもしれない。慌てることはありません。ゆっくりでいい。優しく指をほぐしながら握りしめているその力を緩めてみましょう。その時、私たちは初めて心の落ち着きを自分の内側へと取り戻すことができます。大丈夫。安心してください。握る力を緩めても、つながりそのものは消えません。静かにそこにあります。消えるのはあなたの心を縛っていた力だけです。相手の沈黙に振り回されず、自分の心の手綱は自分で持つ。それは静かで主体的な生き方です。一日中スマホを眺めながら過ごしていた休日。例えば次の休日はスマホを家に置いて駅前にできたカフェへ出かけてみる。駅までの道、風の匂いやその冷たさに季節の移ろいを感じるかもしれません。今まで気づかなかった花を見つけるかもしれない。いつもはスマホを眺めていて気づかなかったこと、世界の美しさに気づきます。これは以前ご紹介した喫茶喫飯ともつながるかもしれません。こちらもぜひ味わってみてください。茶の湯の世界には炭香という古くから親しまれてきた言葉があります。君子の交わりは淡きこと水のごとし。強く握らず縛られず、水のように淡くあっさりと。人との距離はこれくらいが心地よく
ちょうど良いのかもしれません。とはいえ、今すぐ手放しなさいと言われても、そう簡単にはできません。気になるものはどうしても気になる。それも自然なことです。そんな時は、上州の最後の言葉を思い出してください。捨てられないのなら担いでいきなさい。手放せないうちは無理に手放さなくてもいい。ただ、また握りしめているな、そう気づくだけでいい。まずは気づくことが握りしめている手を緩める初めの一歩です。その気づきがあなたの手を少しずつ緩めてくれます。人と生きていく中で、私たちの心はこれからも揺れるでしょう。返事が来ない夜も、輪の外側に立っているように感じる日もきっとあります。そんな時はどうかそっとつぶやいてみてください。法下尺。今日の前後とともに、あなたの一日が淡く優しい光に包まれますように。次回もまたご一緒に禅の言葉を味わいましょう。